はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。以前、吉野家、松屋、すき家の三大牛丼を徹底分析をしました。牛丼ってシンプルがゆえに奥が深いですよね。ちなみにぶっちゃ、この前吉野家の朝亭にも行ってきました。今回はシンプル牛丼をご紹介します。それでは早速やっていきましょう。今回はこのスーパーに売っている脂多めの牛の切り落としを使います。牛丼は1862年横浜の日本初の牛鍋屋である伊勢熊が原点とされています。当時は江戸時代に徳川五代将軍が出した生類憐れみの令によって生き物を殺して食べるとその地域に不幸をもたらすといったような迷信が広まり、肉を食べる習慣は一般的ではなかったそうです。その後1868年明治時代に入り神仏分離令によって肉食が完全に解禁され、開国とともに欧米での肉を食べる文化が徐々に普及しました。そこで居酒屋を営んでいた伊勢熊の店主が牛鍋屋をオープンさせたところ大繁盛し、牛鍋が広まりました。そして1899年に東京日本橋にて大阪の福島区吉野出身であった創業者松田栄吉が自身の出身である吉野から名付け吉野家をオープンさせました。少し時が経った1966年に現在の松屋が生まれます。東京都練馬区にもともとは中華料理店として松屋を創業します。この中華料理がうまくいかず2年後1968年に江古田に現在の牛丼屋としての1号店がオープンします。同年に吉野家は新たに2号店をオープンしチェーン展開が始まります。すき家はだいぶ経ってからの1982年で横浜に1号店をオープンさせました。こうやってみると吉野家って今年で牛丼一筋123年ってすごすぎます。今では牛丼は日本人にはなくてはならない存在になりましたね。15年くらい前にロサンゼルスの吉野家で牛丼を食べた時に衝撃だったのは牛丼とコーラを注文していたことです。牛丼にはミックスベジタブルみたいな野菜が乗ったメニューとかあって日本と違ったのを覚えています。ちなみにインドネシアとかにも吉野家とかありますが味は日本と違うようです。宗教の関係でお酒が禁止されているのでみりんが使えないからです。他にもうどんの丸亀製麺などもスープの味が日本とは違うようです。まずは鍋に水を入れ昆布で出汁を取ります。生姜の皮を剥いて薄切りにした後さらに細くカットします。玉ねぎをカットします。ブッチャーは結構玉ねぎ多めのネギダクが好きです。鍋に水を入れ生姜、玉ねぎ、酒、みりん、砂糖、肉を入れて煮込んでいきます。日本で牛丼が安く提供できるのはアメリカでは肉を出汁で煮込む文化があまりなく油が多かったり筋っぽく使い道のない肉を大量に買うことでコストが抑えられています。最近はかなりアメリカ産の牛バラの値段も上がったので各社値上げなどをしていますね。アクを取りながら煮込み醤油を加えさらに煮込んでいきます。丼にご飯をセットしてその上に先ほどのお肉をかければ完成です。これでいいんだよな。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はドルチェポップレモネードを飲んでみます。これはノンアルコールです。甘さは控えめで程よいレモンの酸っぱさがあって本格的なレモネードです。微炭酸ですっきりとしていて美味しいです。味も美味しいですが瓶のデザインもおしゃれなのでちょっとした差し入れとかにもいいかもしれません。それでは牛丼いただきます。正直食べる前からうまいのはわかります。はい、うまい。美味しいという言葉がこの世になかったとしても表情だけでこのうまさを伝えられそうです。さらに牛丼といえばキムチに紅生姜ですよね。皆さんは牛丼には何をトッピングしますか？これだけで少し贅沢な気分になれます。紅生姜たっぷりが個人的に大好きです。生卵も割っちゃいます。これちょっとマイルドというか卵と絡むことでさらっと食べられます。この牛丼に生卵は牛丼というカテゴリーでは平凡ですが卵かけご飯というカテゴリーなら確実に上位です。口の中は牛と鶏の一種格闘技戦です。いやー気づいたらあっという間に完食してました。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。牛丼いかがでしたか？おすすめの牛丼屋あったらぜひコメントで教えてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるのでもし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。